が大好きなさくらです。今回は衝撃 FireTV で Nintendo64 のゲームを遊んでみた、こちらをテーマに話をしていきたいと思います。これまでこのチャンネルでは FireTV でファミコンとスーパーファミコンを遊べるのか検証してきました。今回の Nintendo64 は3部作の完結編です。Nintendo64 は 3D 対応ゲーム機です。いくら昔のゲーム機といってもゲーム機ではない FireTV で 3D ゲームを動かすのは、古いスマホで 3D ゴリゴリのスマホゲームを遊ぶくらい無理なんじゃないかと思いますよね。今回の動画では FireTV スティックで Nintendo64 を遊ぶ理由、Nintendo64 を遊ぶ方法、動くのか実際に検証する、これらについて解説していきます。このチャンネルではタブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用して、もっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。Amazon FireTV は格安で買えるコスパの高いストリーミング機器です。だいたい5000円くらいから買えて、セールだと3000円くらいの時もあります。映画、ドラマ、アニメ、ゲームなど多くのコンテンツを楽しめます。できることが多すぎて、正直、あまり不満はないんですが、残念なところは、ゲームに対応しているはずなのに遊べるゲームが少ないことです。Fire タブレットと同じように、FireTV へ Google Play を導入できず、スマホのゲームができないのでゲームを遊ぶのは絶望的です。しかし、通常では使えないアプリケーションを使うことで、レトロゲームなら遊べるようになります。今回は、発売当時ありえないほど高性能な64ビットゲーム機 Nintendo64 が遊べる FireTV 制作に挑戦します。遊ぶゲームソフトの調達。まずは遊ぶゲームソフトの調達が必要です。いつものようにゲームソフトはブックオフとハードオフで購入してきました。Nintendo64 は高性能で良作が多いハードなのに、発売されたゲームタイトルが少なくあまり人気がなかったので、調達には苦労しました。ネットを使えば楽に集められたのでしょうが、ジャンク品狙いなので足で稼ぐしかありません。今回準備したのは、歴代売れ筋ランキングの上位ソフトをセレクトしてきました。マリオ64、ドンキーコング64、マリオカート64、大乱闘スマッシュブラザーズ。タイトルに64ってついていて、わかりやすいですね。当時は64がインパクトのある言葉だったんでしょうね。ファイナルファンタジー64とかだったら競争ですよね。別の意味で、ゲームの吸い出し、FireTV で遊ぶと言っても、このままで遊ぶことはできません。FireTV で動かせるように、ソフトを取り出すことが必要です。イメージとしては、カセットからデータをパソコンに取り込み、パソコンから FireTV へデータを移す必要があります。まずは、パソコンへの吸い出しが必要です。ここからが面倒くさい作業の始まりです。ゲームを吸い出す機器。そこで準備したのがこれらのアイテムです。レトロベースダンパー V3 と N64 プラグインアダプター V2、1です。こういう機器って秋葉原の路地裏の定番商品でしたが、最近は Amazon で普通に買えちゃったりします。当時の怪しい雰囲気で買うこういう基板はワクワクするものがありましたよね。レトロベースダンパー V3 はメガドライブ用データ吸い出し機器。USB-B2、USB-A ケーブルは付属しません。別で買う必要があります。N64 プラグインアダプター V2、1はファミコン用吸い出し機器。レトロベースダンパー V3 に増設するタイプの機器です。基板がむき出しなので、取り扱いには注意が必要です。静電気対策は必須。端子部分や部品部分を直接触らないようにしないといけません。自作パソコンとかできる人は扱いは大丈夫だと思いますが、それ以外の人にはあまりおすすめできる機器ではありません。それでは PC に接続していきます。ダンパーに N64 プラグインを接続します。N64 プラグインにカセットを接続します。USB ケーブルで PC と接続します。この手順で接続します。PC へ USB ケーブルを接続した後にカセットを接続するのは NG です。接続できる場合がありますが、本来の使用方法ではないので壊れてしまう可能性があります。再接続する場合は一旦 USB ケーブルを抜いてカセットを入れ替えた後に再接続します。
次は PC での吸い出し作業です。ソフトはレトロダンパーの公式サイトから入手します。インフォボタンでカセット情報を取得。カセット情報が表示されていれば OK。DUMP ボタンでファイル化が開始されます。出来上がるファイルは数十メガバイト程度です。次はデータのチェックです。カセットは古くて汚いので端子が汚れてしまっている場合があります。そうするとファイル化に失敗する場合があります。そんな時はデータが吸い出せたかソフトでチェックします。ROM チェッカーは正常に吸い出されているか確認できるソフトです。これがチェック画面ですが、最後の方の CRC が一致しましたと表示されれば OK です。拡張子が G64 になっていますが、一般的には V64 って意味なので問題ありません。データが壊れていたら、もし CRC が一致していなくてデータが壊れてしまっている場合、カセットの端子部分の掃除が必要です。正しい手順か微妙ですが、クレのコンタクトスプレーを準備。綿棒の先にスプレーをかけて、カセットの端子部分をゴシゴシこすります。歯ブラシみたいにゴシゴシと端子をきれいにしていきます。そうすると、綿棒の先が黒くなります。だいぶ汚れていますね。10年以上も掃除をしていないので、汚れていても仕方がないですね。とにかく、端子部分の掃除を行います。あまり力を入れずに、根気よく、優しくゴシゴシするのがコツです。力を入れすぎると端子が壊れてしまいますからね。用途に合っていないと思ったら、専用のレトロゲーム復活剤なんてのも売っています。こういったものを使うと良いのかもしれません。私の場合、これを使わなくても端子は復活できました。読み取りがうまくいかなかったカセットを再度接続します。しっかりカセットが掃除できたら、再度カセットを接続してデータを取り込みます。ROM チェッカーで CRC が一致するまで掃除とデータ取り込みを繰り返します。根気がいる作業なので、一番の難関かもしれないです。心を無にして掃除してください。何も考えないでください。今回のゲームソフトの容量は約 12MB から 32MB でした。Fire TV の準備。次は Fire TV へファイルを送る準備をしていきます。今回はわかりやすく USB メモリーと OTG ケーブルを準備しました。マイクロ USB OS 2マイクロ USB MES の OTG ケーブルです。途中に USB-A ポートを搭載しています。USB メモリーは普通に売っている 8GB メモリーです。Fire TV の設定をしていきます。Fire TV の開発者オプションを選択。ADB デバッグをオンにします。次は Fire TV でダウンローダーアプリを検索してダウンロード、そしてインストールします。次はダウンローダーアプリから URL を指定してレトロアーチアプリをダウンロードします。文字列を打ち込まないといけないので、リモコンで根気よく打ち込むか、USB キーボードや Bluetooth キーボードから打ち込みます。リモコンからだと発狂してしまうほど面倒です。ダウンロードが完了すると、インストールするか聞かれるのでインストールを開始します。次に ES ファイルエクスプローラーマネージャーをインストールします。Fire TV で検索してインストールします。次は OTG ケーブルと USB メモリーを使って Fire TV と接続します。ES ファイルエクスプローラーマネージャーを起動します。USB メモリーに保存しておいたゲームファイルをこのアプリを使って Fire TV へコピーします。ファイルはわかりやすいようにレトロアーチフォルダの下に置いておくと便利です。レトロアーチの起動。それではレトロアーチを起動します。まずはコアをロードします。コアとはエミュレータ本体のことだと思ってください。最初は何もコアがない状態なので、Nintendo 64が扱えるコアをダウンロードします。Nintendo 64と表記されたものを選びます。私はこれを選びました。次はコンテンツをロードしていきます。先ほど保存したゲームのデータの場所を開いていきます。保存した場所を正常に開くことができれば、ファイルを表示することができます。あとはゲームのファイルを開いてゲームを開始していきます。それでは正常に動作しているかチェックしてみましょう。1996年6月23日に Nintendo 64本体と同時に発売されたスーパーマリオシリーズ初の 3D アクションゲーム。3D で描かれた世界を自由自在に動き回ることができる画期的なゲームとして登場し、3D アクションゲームに大きな影響を与えました。
今まで 2D だったものが 3D になったことで、マリオが急に難しくなりましたよね。私は、このタイトルで 3D 酔いを初体験しました。動作は、ところどころ遅くなったり、音楽が途切れてしまったり、かなりギリギリ動いている感じがします。次はマリオカート64。マリオシリーズのキャラクターたちがカートに乗ってレースやバトルを行うゲーム。コースが 3D になり、立体的で迫力のあるレースができるようになりました。スーパーファミコン版に比べて 3D の表現が素晴らしく、遊びやすいレースゲームに生まれ変わりました。いつも後ろから誰かに狙われる恐怖をこのゲームで知りました。任天堂オールスター、大乱闘スマッシュブラザーズ。スーパーマリオシリーズのマリオ、ゼルダの伝説シリーズのリンク、星のカービィシリーズのカービィ、ポケットモンスターシリーズのピカチュウなど、任天堂が過去に発売したゲームシリーズの代表的な人気キャラクターが一堂に会して、戦う対戦アクションゲームシリーズの最初の作品。任天堂64の後期作品で、性能の限界に挑戦していると思えるほどド派手なアクションと動きをしています。検証したタイトルの中で、動作が一番厳しかったのがこれです。ごちゃごちゃと大乱闘すると処理落ちが発生して遅くなったり、音楽が切れやすくなります。コントロールはどうする？コントロールは Fire TV リモコンで操作します。ボタンが少ないし、できることは限られるので、正直おすすめはできないです。ゲームパッドも試していきます。手持ちの Bluetooth コントローラーを試してみたところだと、おすすめは Xbox シリーズ X コントローラーですね。PC、Android、iPhone にも使える汎用コントローラーなので、一家に1台あると便利ですよ。レトロアーチは、他にも対応コアがいっぱいあります。以前に、ファミコンとスーパーファミコンを試しました。この他にも、3DS、Wii、PlayStation、PS2、PSP、様々な機器にも対応。今後、要望があれば試していきたいです。それでは、今回のまとめです。今回は、Fire TV でファミコンソフトを遊ぶ方法について解説してきました。意外と遊べるが動作はきついです。コントローラーはリモコンだと難しいので、Bluetooth コントローラーが便利です。Fire TV、スティック、4K では任天堂64あたりが限界なんじゃないでしょうか。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。